号外だ号外だ。あの名探偵ホームズが今度は幽霊屋敷の不可能犯罪を解決したぞ。おお、すげえな。またあの迷宮入り事件を解決したのか。今度は今世間を震撼させている通り魔事件に挑むと。見てくださいお嬢様、号外をもらってきました。例の名探偵が難事件を解決したようですよ。名探偵って最近話題の、すごいよね。灰色の脳細胞で不可能犯罪と思われた事件を次々に解決していく。でもその正体は謎に包まれてるとか。犯罪組織に恨みを買うことも多いので、正体は隠してるとか、美しい貴公子とも言われてますし、ヒゲの似合う中年とも。面白そうなやつね。腕試ししてみたいわ。ルー殿、探偵というなら腕試ししてもしょうがないと思うが。だったら知恵比べよ。それは。ルーならいい勝負かもな。そうだな。ルーさんなら名探偵対決が見られそうですね。そう自分で言っておいてなんだけど、ちょっと恥ずかしくなってきた。なんでも次は例の連続通り魔事件に挑むとか。あの事件。あの事件？ヤクモさん、おかわりいりますか？もうかたじけない。ここ数ヶ月、夜に女の人が切りつけられる事件が続いているんですよ。そうですね。それは殺されたとか？ええ、幸い命は助かっているようですが、そのまま意識を失って眠りについているらしいんです。それがまた不可解という。つい最近6人目の犠牲者が出たのよ。6人。鎧の事件に隠れて最初は話題にならなかったけど、だんだん世間の関心を集め始めてる。まあでも名探偵の手にかかればすぐに解決しますよ。その名探偵さんって名前も知られてないんですか？本当の名前かわかりませんが、名探偵ホームズと呼ばれています。ホームズ？とわの帰る方法もその探偵に頼めば見つけてくれるかもしれないな。なるほど。警察だって頼りにしている人ですし、会うだけでも難しいんじゃないでしょうか。何せ素性をひた隠しにしているわけですし。すいません、店員さん。ホットケーキをもう一枚。お待ちを。名探偵ね。なんかうさんくさいのよね。頭だけ使ってあれこれ言うやつって。お兄さん。俺？ちょっといいかな。ん？なんだろう。お兄さんさ、もしかしてここで寝泊まりしてるの？そうだけど、なんで？簡単な推理だよ。その靴。靴？昨夜雨が降って地面はぬかるんでいるんだ。なのにお兄さんの靴は外履きみたいなのに全く泥がついていない。この人勤務に出てるのに外出した様子がないなってね。なるほど。駅の洋食屋に住み込む異邦人の男。実に不思議な身の上だね、お兄さん。
君は一体。じゃ、ごちそうさま。美味しかったよ。お題はつけておいて。誰に？顔の怖いおじさんに。おい、待てよ。長いとはとか言ったかな。忠告しておくね。君には秘密が多すぎる。君自身の隠れ蓑は別の誰かの隠れ蓑にもなり得る。その時に巻き添えを食うことになるよ。注意することだ。どうしたんですか？いや、なんでもない。あれはヤクモさん、どうかされたんですか？心当たりでも。いや、さっきの少年が食べていたホットケーキが美味しそうだなと。ヤクモさん。食べますか？いただこう。どんどん食べてください。かたじけない。給金はいらないので食事だけお願いしますと言われて承知しましたが、普通にお支払いした方がこちらとしては良かったかもしれないですね。あはは。俺はおっさんじゃねそう？ごめん。え。何か分かったのか？そうだね。あとは一つ確かめたいことがあるんだ。グレンさん、お願いがある。警察に配備されたプレタポルテ。レストレードだっけ？ちょっと借りられるかな？あ？お前の頼みなら上層部は嫌とは言わないだろうが、レストレードを作って何をするつもりだ？やぶをつつく。あのガキが怪しいか？さあ、まだわからないけど、彼が蛇じゃないとしても別の蛇がやぶの中に潜んでいるかもしれない。聞いてください。招待状が来てるんです。招待状？誰から？そういえば誰からでしょうか。招待された嬉しさからつい中を見るのを忘れてました。おいおい。気持ちはわかるぞ。俺は警察から。警察からって不穏な招待状だな。ですね、あさって駅前広場で警察に鎧が配備されるので、そのお披露目が行われるとか。警察に鎧が配備されるって。今まで鎧による治安活動は騎士団か自警団、つまり貴族の専売特許とされてきたのです。それがさすがに手が回らなくなってきたので、とうとう警察にも鎧が配備されたということですね。今まで鎧に対して無力だった警察がやっと役に立つってわけね。これで一安心ですね。せっかく自警団として認めてもらったのに出番がなくなるのは寂しいな。いいえ、まだまだ警察の手が回らないところで困っている人たちがたくさんいますから、自警団としてはなんとかお手伝いがしたいです。あとノイマンさんが詰所に顔を出すようにとのことです。ノイマンさんが？これからみんなで行きましょうか。いやー、すまないね、足を運んでもらって。君たちに連絡したいことがあってね、遅ればせながら君たちの自警団としての活動も正式に承認されたよ。本当ですか？やりましたね、ノアさん。ああ。当然だわ。よかったな。今後は堂々と市民のために戦ってほしい。具体的には先日のような緊急事態への対応、それに
ここでは市民から鎧絡みの相談を受け付けている。なかなか手が回らず、放置されている案件もあってね。時間があるなら君たちにもお願いしたい。受付で確認できるから後で寄ってみてほしい。じゃあね。ふっふっふ。これで暴れ放題ってことね。それは違うと思うぞ。自警団として頑張れば美味しいものが食べられそうだな。まあよかったな、シェリー。これでちゃんと町の人たちのために働けると思うと、私は泣かなくても。あれ、もしかして。はい、また新メニューを開発しているところです。今回はちょっと挑戦的に行ってみました。挑戦的なのか。最近近隣のお店も新メニューの開発などでお客さんを集めていまして、うちもうかうかしていると誰も来てくれなくなります。だから少し刺激的なぐらいを狙って作ってみました。ということでどうでしょう。ああ、どうでしょうって言われても。うが？シェリーも食べてみてくれ。はい。これはダメですかね。残念ですが今回のはとてもメニューに加えられるものではないということで。いや、どうだろう。何か味付けを変えれば。ごまがあるかな。ごまですか？これは美味しいです。この思い切ったごまでのごまかしっぷりがごま料理としてちゃんと成立している。大量のごまでもごまかしきれない元々の強烈な味が、むしろごまとマッチングすることで全く新しいものに変貌している。元々のグロテスクな味が隠し味のように奥に感じられて、それはそれで妙味なり。もともとのグロテスクな味？いや、料理って奥が深いですね。深いな。でもこれは出せませんね。そうだな。なかなかいいメニューが見つからないものですね。まあ毎日研究していくしかないよ。一日で最高のものなんてできないし。そうですね。また意見を聞かせてください。もちろん。
よう、ルーじゃないか。ああ、とは。何やってるんだ？パトロールよ。パトロール？悪事が発生してないか見てるのよ。そんなパンマンみたいな。パンマン？いや、いいんだ。これ貸せよ。いや貸せってば。こら、あんたら何やってるのよ。こいつがおもちゃ貸さないから。僕のだもん。あんたお兄ちゃんでしょ。小さい子から無理やり取らないの。やだね。引っ込んでろブス。このガキ、やめろって言ってるでしょうが。まったく。はい、これ壊れちゃった。お姉ちゃんが壊した。私のせいなの？ルーが無理やり取り上げたから腕が取れちゃったしな。壊れた。これ私のせいなの？助けてあげたのよ。どうだろう、難しいところだな。壊れた。これは簡単には治りそうにないな。ったく、しょうがないわ。これで新しいの買うといいわ。おい、そういうのはなんか違うぞ。何よ、文句ある？何よ、これだけあれば何体でも買えるでしょ。これがいい。これ直してほしい。じゃああれよ、直してくれる職人を探してあげるわ。俺にガキのおもちゃを直せだと？なめるなよ。なんでダメなの？お金ならいくらでも出すわよ。なめんな。ガキのおもちゃは直したぐらいで金をもらえるかよ。だったらタダで直してよ。うるせえ。こっちは仕事があるんだよ。どっか行け。何よ、ケチくさいわね。なあ、自分で直してみたらどうだ？なんで私が？ルーが壊したからだよ。私は助けてあげたんでしょ。でも壊したのも事実だし。何それ。でもこんなの私触ったことないのよね。しょうがないわね。ちょっとやってみるからこれ預かるわよ。ありがとう。いくつか店の調味料がなくなってたから買おうと思ったけど、いつもどこで買ってるんだ？父さん。あれ、シェリー、どうしてここに？
お店の調味料がなくなっていたので買い出しに来たんです。シェリーも気づいてたんだ。ということは父さんも？まあ店が見つからなくて迷ってたけど。この辺りは賑わっているので迷ってしまいますよね。そういうことなら買い出しは任せてください。俺も付き合うよ。場所も知っておきたいしさ。ありがとうございます。それじゃあ一緒に行きましょうか。シェリーお嬢様？シェリーお嬢様ではないですか？フリージアさん。お元気そうで何よりです。ごめんなさい。どうされたんですか？家がいきなりあんなことになって。あれはお嬢様のせいではありませんし。退職金もろくに渡せずに。退職金？そんなことを気にされていたのですか？心苦しく思っています。本当はどんなことがあってもお嬢様のおそばで力になりたかったのですが、マリスさんがいたら大丈夫ですよね。あの人とっつきづらいですがとても優秀な人ですから。はい。ところで気になっていたのですが、そちらの方は？父さんは。夫です。お嬢様？そうなのですか。いつの間に。いやいや、冗談ですよ。びっくりするじゃないですか、父さん。ごめん、身持ちを固めたってことにすれば安心するのかなって。びっくりの方がでかいと思います。本当のことを言うと別の世界から来た男です。別の世界から？途方に暮れているところをシェリーに拾われて世話をしてもらっているんです。いえいえ、私がお世話してもらっているようなものです。はあ。お嬢様、大丈夫ですか？そんな野良犬を拾ってくるみたいに怪しげな男の人を拾って。父さんは大丈夫ですよ。とてもいい人です。まあいい人ではあるみたいですが、まあマリスさんがいるなら大丈夫でしょうけど。お嬢様のことよろしくお願いします。シェリー、行こうか。はい。賞味期限大丈夫かな。まあお菓子だから大丈夫か。あんたが食べてるそれ何？ポッキッキーだけど。ポッキッキー？クッキーにチョコレートが塗られてるわけね。綺麗に作ってあるわね。あんたがやったの？まさか。食べていいぞ、それ。いいの？ありがとう。それよりさ、あんたこの前の戦闘で。ああ。
だけど。どこで売ってるの？あんたがいた世界よね。うわー、いいわこれ。くるくる。ダメ、ダメ。神様、信じられない。美味しかった。わかってるわ。あんたの家宝だもんね。いや、家宝ってほどじゃないけど、限りがあるから。また今度あげるよ。ほんと？何したらくれるわけ？何したらって、考えとく。ありがとう。神様。ごめん。ああ、ヤクモさんどうも。ちょっと待ってくださいね。用意しますから。いつもすまない。そうだ。ヤクモさん、何かリクエストとかありますか？今日は結構材料があるから、いろいろ作れるかもしれません。リクエスト？食べたいものとか。トワが作るものなら何でも美味しいのだが、あえて言うならあれが食べたいな。あれって？ガルボ。ガルボ？知らないか？知らないですね。そんなお菓子もあった気がしますが。お菓子ではないな。名前が違うだけで、俺の世界にも似たようなものがあるかもしれませんね。ガルボの特徴を教えてください。ガルボは白くて柔らかくて、鍋に合う。ああ、じゃあ豆腐かな。他に特徴は？ごく稀にそれに頭をぶつけて亡くなる人がいる。豆腐じゃないかな。ことわざであるけど、実際そんな人はいない。結構硬い食べ物ってことですね。そうだな。他に特徴は？意外とサラダとの相性が抜群なんだ。やっぱり豆腐っぽい。豆腐かな。ついでにカレーとの相性も抜群だな。カレーと合うんですか？そんな豆腐は聞いたことがない。やっぱり豆腐じゃないのかな。絹と木綿の2種類あるんだ。それも豆腐しかないじゃないですか。ちなみに木綿の方が圧倒的に人気だな。じゃあ豆腐じゃないかも。木綿が圧倒的とか聞いたことない。絵に描いてみてもらえますか？こんなのかな。これはなんかバナナに似たフルーツですかね。そうだな。これ木綿と絹があるんですか？品種で全然歯触りが違うのだ。大きく木綿と絹に分けられる。そうなんですか。でもこれで頭打って死ぬ人がいるんですか？寒い時期はカチカチに凍るからな。たまに凶器に使われたりする。じゃあほぼバナナですね。やあ、自警団活動かい？精が出るね。
その依頼を受注するかい？私、この町の町長をしております、オーランドと申します。今回は折り入って、ラインスタッド自警団の皆様にご相談がありまして、森に賊が現れるのです。森？ええ、郊外に出るための道が通っていまして、商人がよく荷物を運ぶために通るのですが、それが何度も襲われているのです。どうもラインスタッド様の屋敷を根城にしていた賊どもの残党らしくて、ラインスタッドの屋敷を拠点に勢力を伸ばし、ラインスタッド様が打ち漏らした者たちが仕返しとばかりに悪事を働いているようなのです。それでまあこのような流れですから、ラインスタッド様にお願いするのが自然だろうと。ねえ、アンニー。お前の屋敷を根城にしていた族どもの残党を責任取って成敗しろって言ってない？そんな滅相もございません。いいじゃないですか。その説はいろいろとご迷惑をかけました。根城にしていたからといってシェリー殿がそこまで恐縮しなくていいと思うが。いえ、ラインスタッド家としては責任があります。町長さん、早速行ってきますね。おお、ありがたい。話ではこっちの道だな。その荷物を置いていけ。さもなければ命はないものと思え。出たわね。要するにこいつら月光盗賊団の生き残りってことね。妙な名前で呼ぶな。俺たちは奴を棟梁と認めていたわけじゃない。俺こそが本当の棟梁、ヒューイット様だ。偉そうなこと言ってるが、シェリー殿たちから逃げた一人ってことだろ。バカめ、あれは卑怯にも夜いきなり襲ってくるから。盗賊団の言うセリフじゃないわね。者どもかかれ。別にあんたのことなんか。やったわ。当然私よね。よろしくお願いします。叩き飛びなさい。行きます。当たってやりました。まだまだ。叩き飛びなさい。とどめよ。叩き
事捉えてきました。おお、ありがとうございます。さすがラインサット様。ご自身の失敗はご自身で取り返されたのですね。なんか引っかかる言い方ね、こいつ。とにかくこれで森も安全になりました。だといいのだがな。さすがラインスタッド自警団。依頼達成だ。どうも。ああ、お前アホかよ。は、何が？なんで俺様に声をかける？俺はてめえから何度も魔道具を奪おうとした強盗みたいなもんだろうが。それなのにいちいち声をかけやがって。変態か？ああ、いや、なんとなく。知り合いがいると声をかけてしまうというか。変なやつめ。もういいの？ミュージックプレイヤー。欲しいと言われても困るけど。いらん。俺は欲しいものは何が何でも手に入れるが、興味が失せるのも早い。昨日抱いた女も次の日には忘れちまうよ。ああ、何赤くなってんだお前。童貞かよ。まあどうでもいい。よし、じゃあ女を抱きに行くか。は？普通にやるだけじゃ面白みがないと思っていたんだ。お前みたいなやつを混ぜてみるのも面白いかもな。断る。ああ？お前に選択肢はねえ。よし、あの女がいいな。いいなって。彼氏らしき男の人と仲良さそうだけど。だから奪うんだよ。は？おい、ちょっといいか？悪いがこの女、もらっていいか？はあ？いいわけないだろうが。てめえ、何を言ってるんだ。だからこの女はもらっていくって言ってんだよ。ふざけそういうことだ。行くぞ。ちょっと待て！なんでお前が出てくる？ああ、そうか。お前もこの女に目をつけていたか。これは困ったな。3人で楽しむか、あるいはお前と俺で奪い合いか？あんた、許しがたいぞ。ああ？力ずくで女性を、そういう、ダメだぞ。童貞くせえ。見ろよ。くれや、行かないでくれ。ごめん、こっちの強い人の方がかっこいいわ。ね、行きましょう。お兄さんいいわ。あれ、どういう。ちゃんと女を見て選んでるから大丈夫だっての。行くぞ。女って不思議だ。くれや、なぜだ。何かおごりますよ。君、いいやつだな。女ってわからないよな。そうですね。よし。永井十和様ですね。あなたを指名した依頼が入っています。俺ですか？あなた一人で森に向かってくださいということです。森に一人で？誰からのどういう依頼なんですか？さあ、依頼内容は直接相談。依頼主はとっても素敵な紳士
となっています。とっても素敵な紳士。森に一人で、なんか怖いんですが。受ける受けないは自由です。いや、やります、俺。あ、ランスロットさん。またあったな。もしかして依頼主のとっても素敵な紳士って。我が輩のことである。そうだったんですね。依頼って一体何でしょう。少年に少々我が輩の鍛錬に付き合ってもらおうと思ってな。鍛錬に？先日の手合わせはなかなかエキサイティングであったからな。俺でよければもちろんいいですよ。では参るぞ。負けるわけにはいかないな。我が輩は流浪の鎧乗りランスロット、いざ参る。見えた。これはどうだ。切るんだ。飛べ。なかなかやるではないか。見えた。いいのをもらってしまった。よし、成長を感じる。ありがとうございました。俺思ったんです。なんだ。あなたはすごく強い。いや、なんていうかうまい。もしかしたら俺が戦ってきた誰よりも。我が輩は強くなどない。とても弱い存在だ。でも謙遜しているわけではないぞ、少年。我が輩は弱いのだ。少年よ。そもそも強さとは何だ？強さとは優しさです。
我が輩もそう思う。が、そもそも、優しさとは何か。転んだ赤子に手を差し伸べるのが優しさか。自ら立ち上がるのを見守るのが優しさか。大きな犠牲のために小さな犠牲を厭わないのが優しさか。理想にすがりつき、誰も救えないのが優しさか。優しくなるには優しさを知る必要がある。勇気を持つには勇気を知る必要がある。強くなるためには強さを知る必要がある。故に、人は学校に通うのだ。そうなんですか？教養とは、すなわちそういうものよ。めんどくさくても、教師が気に食わなくても、学校には通うことだ。はあ。そして、戦い続ける中で、常に考えることだ。強さとは何か。それを知らなければ、そもそも強くなることもできぬ。さらば。とは、ここにいたか。ヤクモさん。お披露目式に行く途中なのか？お披露目式？警察に配備されたプレタポルテ、レストレードのお披露目式に招待されていたじゃないか。ああ、そうでしたね。忘れてました。こらこら。かくいう私も、すっかり忘れていて、屋台で食べていたら、隣の客が話していて気づいたんだ。ヤクモさん。共に参ろうか。はい。おう、トアさんにヤクモさん。遅いわよ。もう始まってるわよ。あれが、レストレード？みたいね。プレタポルテっていうのは、クラリアスと違うのか？全然違うわよ。あんたそんなことも知らずに今まで戦ってきたの？トアさんは別の世界からやってきたのでしょうがないですよ。簡単に言えば、プレタポルテは汎用型、クラリアスはオーダーメイドといったところだな。プレタポルテはちょっとした素養があれば誰でも使えるが、性能が落ちる。クラリアスは素養と契約によるリスクも必要だが、その分性能は抜群。じゃあ、単純にクラリアスの方が強いんですね。基本的にはね。でもそうとも限らない。闘技場でのヤクモさんの戦い、見ましたよね。プレタポルテでも使い慣れれば、あれだけ強く立ち回ることができるのよ。プレタポルテは、さらにタイプが分かれ、有人型と無人型がある。要するに、中に人がいるかいないかの違いだな。プレタポルテがクラリアスに勝る部分があるとしたら、無人型の存在だわ。無人なのに、どうやって動いているんだ？主となる術師がいて、単純な命令を遂行しているのよ。ここを通すなとか、ターゲットを殲滅しろとか。王都警察署長クレンである。王国民に告ぐ。本日をもって警察に治安維持用プレタポルテレストレードが配備された。今日より警察は一層の覚悟と戦力でもって平和のために力を尽くしていく所存である。警察もやっと鎧が配備されたのか。今更って感じだけどな。しかも無人型のプレタポルテじゃねえか。いまいち頼りねえな。ま、いいじゃねえか。ないよりは。でも貴族連中がよく許したな。こうも治安が悪化したらそうも言ってられないだろう。無人型に限るっていうのが貴族と警察の間での落としどころだったんだろう。そういえば皆さん、すごい情報があるんです。なにすごい情報？暴れられるの？新作メニューの情報だな。
いえ、ルーさんが少し近いでしょうか。なんとですよ。先ほどギルドに行ったら、もう一つ依頼が来ていたんです。それも、ラインスタッド自警団を指名してくれているんです。これは、すごいことです。そうなのか。どういう依頼なんだ？これです。何？駅に出没する正体不明の鎧の謎を突き止めてほしいとか、差出人は駅長さん。駅長さんの依頼とあれば受けないわけにはいきませんね。そういえば、あの夜俺と会った時も駅長さんに頼まれたんだよな。はい。あの時は自警団ではなかったので、実は内緒で。そうだったのか。ギルドの許可なく武装をすれば重い罰則がありますから。だいぶ危険なことをしていたんだな。何か力にならないと思ったので。まだ出るんですか？ええ。以前シェリーさんに退治していただいてからしばらく現れていなかったのですが、当直の駅員が先日の夜目撃したようで、校内を何体かのプレタポルテが徘徊していたそうです。今のところさほど実害はないのですが、一体何が目的か知らないけど、こちらはお人の命を預かる身だから、やっぱり気になりますよね。わかりました。今夜調べてみます。思い出すな。何をですか？シェリーと会った時のこと。ああ、そうですね。ここでしたね。二人はここで会ったんだな。はい。俺は気がついたらここにいて、いきなりシェリーに襲われて。シェリー、あんた結構喧嘩っ早いのね。あの時は緊張していたもので、本当にすいませんでした。でもあの時、後から現れた鎧は何だったんだろう。そうですね。結局わからずじまいでした。待って。何か来るわ。あれは、プレタポルテ？まさか、あの夜の。いえ、違うようですよ。あれは昼のお披露目式で見た鎧じゃないか。本当だ。なんで？逮捕します。逮捕します。校内への不法侵入の罪で逮捕します。いや、不法侵入ってか、俺たちは頼まれて。そもそもなんでこんなものが駅を徘徊している？とにかくやるしかないよね。しかし相手は警察だぞ。いいのか？こちらが悪いことをしているわけではない。致し方ないだろう。ヤクモさん？お披露目で見た時から戦ってみたかったのよね。まったく。当然私よね。承知した。確かレストレードとか言ったわよね、このプレタポルテ。無人型のプレタポルテということは何者かが命じているということだ。そうですね。暴走してるようには見えません。何よそれ。警察は駅の警備も始めたの？とはいえ、いきなり襲いかかってくるのはおかしい。どういうつもりだろう。
丈夫。参ろうか。とどめや。上はどんだけこいつに甘いんだ。配備したてのレストレードこんなことに使いやがって。でどうなんだ。データは揃ったかな。だいたい分かったよ。なんだと。逮捕状を取ってきて。誰のだ。通り魔事件の犯人。スネークはあの謎の男永井と。いや待て、確かに怪しいやつだが、そもそもなんであいつが。動機なら把握してる。彼は特殊な力によってこの世界とは違うどこか、異世界から意に沿わぬ形でやってきたらしい。そこには彼の持つクラリアスの力が関係しているとか。そこで彼はその力を引き出すために先日は満月の儀を行ったが失敗した。そこで彼は人を、何か魔力を集める儀式を行っていると思われる。それで通り魔をして人の魂を。そう。恐ろしい話だな。しかしな、決定的な証拠がなければ。その怖い顔は飾りなの？なんだとこのガキ。いや待ってください。状況証拠だけを積み重ねてもしょうがないでしょう。彼が来てから事件が起こり始めたから、動機があるから、それだけで彼が犯人であるという話にはなりません。僕も彼とは話しましたが、とてもそんなことをする少年には思えないですよ。じゃあ誰ならそんなことをするように見えるの？いやそれは。分かったよ。すぐには言わない。彼に監視をつけておいてほしい。何か怪しい行動をしたら、その時はすぐに捕まえられるように。ああ。シェリー、何やってるんだ？今お掃除を終えたところです。そうか。なあシェリー、気になったんだが、ちょっと。汚れてるところありますか？いや、あるといえばあるんだけど。どこですか？掃除しますよ。いや、シェリーが。私が汚れている！ひどい。けど確かに先日はふと道に落ちているパンを食べようとしてしまいました。なんとか我慢しましたが、私は最近心が汚れ始めているのかもしれません。そんな葛藤をしていたのか。あと、道に落ちているものは汚いから本当に食べちゃダメだ。さすがにそんなことはしません。でも迷ったんだろ？それで私が汚いっていうのは。いや、部屋とか心が汚れているって言ってるわけじゃなくて、シェリーの服結構ボロボロだなって。ボロボロですか？汚いですかね？結構。トワさんもそうみたいですが。俺はしょうがないだろ。でもたまに洗ってるぞ。たまに？ちょくちょく洗ってるよ。距離を取らないでくれ。私だってたまに洗ってますよ。とはいえさすがにもう少し服がないと難しそうですね。自分で服を選んだりしたことがないんですよ。
そうなのか？だいたいお父様が買ってきていたので、一度自分で買ったらセンスがないと言われて、それ以来自信を失っているんです。そうか。お父さんその辺には厳しいんだな。どういう服がいいですかね？露出が多めの。一応理由を聞きますが、なぜでしょう？いや、その方が身軽で戦う時に便利かなって。それは確かにそうかもしれませんね。動きやすさを考えると。でもそうなると防御力が心もとないですよね。そうだな。やめておこう。やっぱり露出しすぎるのは良くないな。そうですね。露出しすぎるのは良くないですね。そうだな。じゃあ可愛らしい服なんてどうなんだ？それはそういう願望はなくはないです。だったらそういう服にしたらいいんじゃないか？でもラインスタッド家当主としてどうなんでしょう？それはあるけど、その前に一人の女の子なんだから、可愛い服くらい着てもいいんじゃないかな。そうでしょうか。そうかもしれませんね。わかりました。私可愛い服に挑戦してみます。いいと思うよ。で、どういう服がいいんだ？実はあの服がずっと気になっていて。ああいう可愛いのを着てみたかったんです。シェリー。ラインスタッド家当主としての威厳を考えてやめておこう。さっきは女の子としてありって言ったじゃないですか。言ったけど、あれはダメ。あれ、シェリーお嬢様じゃないか。直接会ったのはだいぶ前だからな。お父様の服の仕立てをしてもらいましたね。その説はありがとうございました。いなくなる前にね。おしゃれな人だったからね。だいぶこだわって作っていたよ。あの人本当は俺みたいな服飾の仕事が良かったんだろうけど、何せ剣の才能を持って生まれてしまったからね。周りがほっとかなかったんだろう。何も力になれないのに、こんなことを言うのもなんだが、俺はお父上があんなことをする人だとは思っていないよ。ありがとうございます。いいところに来たわ。これどうしたらいいかわからなくて。ルーが壊したおもちゃか。私には無理だわ。あんたに任せるわ。こういうのって男の子の方が得意でしょ？いや、できるかもしれないけど、ルーが約束したんだろ？私がやるよりあんたの方が上手いんだから、あの子も喜ぶでしょ？私の言ってること間違ってる？間違ってはいないが。ルーが約束したんだから、ルーがやるんだ。そっか。俺も手伝うから。ほんと？ありがとう。はあ、こんなもんかしらね。
渡しに行きましょう。はい、これ。やったー、治ったー。兵隊さん、治った。ありがとう、お姉ちゃん。いいえ。お姉ちゃんはお医者さんだね。ねえ、一緒に遊ぼうよ。いいわよ。これ、ずいぶんボロボロなのね。うん、おばあちゃんに買ってもらったんだ。もうずっと一緒に遊んでるの。そうなんだ。お金じゃ買いの利かないものって結構あるのかもしれないわね。ルー。ところで、あの子の持ってたブロックのおもちゃって結構シリーズが出てるみたいなのよ。燃えてきたわ。全部揃えてやりたいわね。ねえ、これどこで買ってもらったの？いらっしゃいませ。あった。これ。これ一式ちょうだい。お買い上げありがとうございます。おい、どうするんだそれ。私が屋敷で飾って楽しむのよ。文句ないでしょ？ああ、組み立てるのは別料金なの？いいわ、お願い。話が早くて助かるわ。まあいいか。おう、父さん、こんにちは。グオッポの乗り方うまいよな、シェリー。お父様にだいぶ仕込まれましたから。へえ、いつ頃から乗るものなんだ6歳ぐらいからですかね。そんなに早く？オートの人はだいたいそれくらいでグオッポの乗り方を練習するんですよ。俺の世界でいう自転車みたいなものかな。自転車ですか。それはどういう生き物なんですか？生き物じゃないよ。機械って言ったらいいかな。こっちでも車輪のついた乗り物があるだろ。あれを自分の足で漕いで進んでいくようなイメージかな。車輪、自分の足で漕いで、だいたいわかりました。父さんはグオッポよりも自転車の方がいいんですよね。乗り慣れているからな。わかりました。ちょっと待っててくださいね。これ、どうぞ。これにどうやって乗るの？自分の足で漕ぐんですよね。うわあ！どうでした？シェリー、言いづらいんだけどだいぶ違うから。違うんですか？ノアさんの話から想像するとズバリこれだと思ったのですが、ではどういうものなんでしょう？自転車っていうのはこうペダルに両足を置いて、それを漕ぐことによってチェーンが稼働してタイヤを回して。ペダル、チェーン？説明が難しい。ああ、とは何をしているんだ？シェリーに頼まれていた材料の買い出しをしていました。そうか。では私も手伝おう。いいんですか？ありがとうございます。
そうだ。シェリーに新メニューの考案を頼まれていて、何を作ろうとか考えていたんです。よかったら、ヤクモさんの国の料理とか教えてくれますか？私の国の料理か。そもそも食材があるだろうか。どんな食材ですか？トワはアンボラを知っているか？それを使った料理が私の里の郷土料理になっていて、とても美味しいのだ。アンボラ？トワの世界にはアンボラはいないのか？アンゴラはいますが、もしかしたら似たようなものはあるかも。アンボラの特徴を教えてくれますか？すごくふわふわしている。もしかしてアンゴラなんですか？ただ女の子には人気がないな。中年の男性が時々買い求めている。じゃあアンゴラじゃないか。おっさんがアンゴラ買い求めないよな。その毛は洋服などに使われている。やっぱりアンゴラ？戦えばカンガルーと互角と言われている。じゃあアンゴラじゃないよ。キック一発で終わりでしょ。そもそもカンガルーはいるんですね。やっぱりアンゴラじゃないよな。あのウサギみたいな可愛いのがカンガルーと互角に戦ってるのは想像つかない。もうちょっとアンボラの特徴ないですか？アンボラはとてもおとなしくて寂しがり屋なんだ。放っておくと死んでしまう。なんかだいぶウサギっぽいですね。やっぱりアンゴラ。アンボラはそもそも動物ではない。動物じゃないんですか？植物なんですかね？植物というのか、あれは。生き物ではあると思うが。なんか不思議な立ち位置なんですね。他に特徴はありませんか？緑色で。緑色？もうアンゴラじゃないな。丸くてふさふさ、そして水辺に住んでいるんだ。緑でふわふわのものが水辺に。それってマリモでは？でもそのプカプカしたのがカンガルーと互角？攻撃をされると結構えぐいのだぞ、アンボラは。そうなんですね。そもそも水にプカプカしているのとカンガルーとどういうシチュエーションで戦いになるんでしょう？よくカンガルーの水飲み場で縄張り争いをしているな。縄張り争い？あれ？ルー？入って大丈夫だぞ。お邪魔しまーす。どうしたんだ？ねえ、とは？なんだ？ねえ、私、なんだろう。こんなこと女の子に言わせるの？もしかして。おなら我慢しているのか？アホか。私が欲しいのはこの前のポッキッキーよ。またくれるって言ったじゃない。そうだったな。忘れてた。私あれからポッキッキー以外のこと考えてないんだから。すごい状態だな。ポッキッキーがいけない薬みたいになってるじゃないか。で、何をしたらあれくれるわけ？早く
私にあんたのポッキッキちょうだい。おっきなポッキッキ。いや、大きさは全部同じだけどな。ポッキッキーゲームをしよ何それ。う。両端から口にポッキッキーをお互いが加えて少しずつ食べていくゲームだ。それ最後にキスしちゃうじゃないの。まあそうかな。いや、そうなるギリギリを狙うゲームというか。何よそうなるギリギリって。あんたポッキッキーを餌に私に何をさせようとしたのよ。いた。悪かったよ。こっちじゃメジャーなゲームだからふと思いついてしまったんだ。そんなのがメジャーなの？どうかしてるわね、あんたの世界。はい、どうぞ。ありがとう。ポッキッキー。いや、すぐ食べるのはダメだわ。ウェインラインスタッドの肖像画の前にお供えしてから。なんで？自慢してやるのよ。ふふふ、いつ食べようかしら。食後、いや、お風呂上がりというのもありね。トワは何をしているんだ？ぼーっとしています。どうしました？トワにはいろいろとごちそうになっているからな。一つ礼をしなくてはと思ってな。いや、いいですよ、そんなの。それでは私の気が収まらない。ただ私にできることが思いつかなくてな。トワに直接聞いてみようと思って。何でも言ってくれ。なんでもですか？ああ、何でもだ。武士に二言はない。じゃあ掃除を手伝ってください。よし、やろう。トワ、終わったぞ。確認しますね。うわ、すごい綺麗。やり始めると入念にやりすぎるから、家の者からお前は何もするなと言われるのだ。でもおかげで見違えるように綺麗になりました。まあでも八雲さんの気持ちをいただいたことが一番の喜びです。全然足りない気もするが。そんなことないですよ。十分です。そうか、ならよかった。にゃっにゃっ。あの子はどなたですか？ごめん。ふらっと出てきたら人がいたから。そうでしたか。こちらこそ失礼しました。その、何をしていたの？こんなところで。訓練ですよ。訓練？ええ。ここ、
変なプレタポルテがうろついているみたいだし、気をつけた方がいいよ。プレタポルテ？実際は何なのか俺も知らないんだけどね。なるほど。わかりました。ご心配ありがとうございます。とはいえこう見えて騎士ですので、自分の身ぐらいは守れます。そっか。じゃあ俺は行くよ。はい、ご親切にありがとうございます。よし、休憩終わり。頑張ります。やっやーようやれやれ、嫌われたか。だが俺はお前が嫌いじゃないぜ。はあ？なかなか面白いやつだ。俺は男とはやったことがないが、お前ならちょっと興味があるな。困る。冗談に決まってるだろう。俺はゴキブリと同じくらい野郎が嫌いなんだ。お、そういやお前が持っていたミュージックプレイヤーだったか？あげないぞ。別に取るつもりはない。なんか歌が流れてただろう。あの歌が妙に気になってな。また聞かせてくれよ。まあ、いいけど。どうぞ。うん。僕が僕であるためにだと？ヘドが出る歌だな。これ歌ってるやつはおそらくどうしようもねえ臆病者だな。ま、臆病者が最後には勝ったりもするが、そこがまた面白い。お前はどっちだ？臆病者か勇者か？勇者と思いたいかな。思いたい？それなりに頑張れてるし、勇者だと思わないとやってられないというか。悪くない考え方だ。立場が人を作るように妄想こそが人を作ったりする。俺が見るところによると素質がある。勇者の？というより自分を勇者と信じきる素質だ。俺もてめえぐらい業の深い人間になれれば楽なんだがな。これは返すぜ。じゃあな。長井とわ様ですね。あなたに指名依頼が1件入っています。もしかして。とっても素敵な紳士から。ランスロットさんですか？来たか、少年よ。今日も訓練に付き合えばいいんですか？ああ。でも、なんでですか？なんで俺に。少年は強くなりたいのだろう？はい。そして我が輩は年を重ねた分だけ強さとは何か自分なりの答えを持っている。そして大人というものは自ら得た答えを誰かに託したくなるものなのだ。その答えの正当性を確かめるため、あるいはより高みの答えにたどり着くために、我が輩は君を鍛えるのだ。ランスロットさん。でもお願いします。参るぞ。負けるわけにはいかないな。我が輩は流浪の鎧のランスロット、いざ参る。飛べ。
なかなかのお手前だったぞ。ありがとうございます。ランスロットさんはこうやって他の誰かにも訓練したりしてるんですか？まあしたことはあるな。今は少年だけだが。あ、そうだ、シェリーだ。シェリー・ラインスタッドという少女を知っていますか？この近くの屋敷に住んでいるんですが。そうなのか。悪いが知らんな。そうですか。ウェイン・ラインスタッドさんは知っていますか？知らんな。そうですか。我が輩少々用事を思い出した。失礼。はい。おいしい。ここの紅茶は格別ですね。なに？今日も取り調べに来たわけ？とんでもない。僕はここの店のファンなんですよ。今日は一つ友人として忠告しに来ました。俺？父さん、疑われてますよ。通り魔の犯人として。あなたがやったんですか？とんでもない。まあ僕もそう思います。カミュー・ホームズ。あの人は確かに鋭い勘を持っている。だけど今回に限っては何か見当違いな推理をしているようにしか見えない。いいんですか？警察内部の情報をペラペラ喋って。警察ではありますが人間です。無実と分かっている友人が投獄されるのを黙って見ていたくはありません。今の警察には余裕がありませんから。もし冤罪だろうと一度投獄されたら何をされるか分かりませんよ。気をつけてください。どう気をつけたらいいんですか？犯人を捕まえられたら全て解決なのですが、手がかりだけでも警察に提供することができたら少しは疑いが晴れるかもしれませんね。では僕はこれで。父さん、僕はあなたが犯人ではないと信じています。何かあればきっと力になりますから。困ったことになったな。でもあいつの言う通りだわ。私たちで捕まえればいいんだわ。確かにトアの疑いを晴らす一番手っ取り早い方法かもしれないな。なんか悪いな、俺のために。いや、あんたのためってわけじゃないけど、暇つぶしというか暴れるチャンスとかありそうじゃない？ルードの。何よ。というかルードのなんか違和感が。ルードのはツンデレというものなのか？何いきなり。世に気持ちと裏腹に素直になれない少女あり。態度はツンと済ましても内心に照れを隠す不器用なる乙女なり。ふとルードのがそれかと思って。違うわよ。変なことに思い至らないでよ。というか誰の言葉よそれ。新聞いるか？一つお願いします。おう、なんだ？スネーク事件について聞きたいのですが。そりゃ俺の新聞を読めと言いたいところだが、暇だからサービスだ。スネーク事件についてはよく言われてることがあるぜ。なんでしょう？満月の夜に犯行が行われんだってよ。テロリストが騒いだ夜があっただろう。この時もどさくさに紛れてスネークの事件は起こっているんだ。そうなんですか。だから月のよく見える夜には出歩かないことだな。まあ被害者は女性ばかりみたいだから
お前さんは大丈夫だろうけどな。せいぜい彼女が出歩かないように見張っておけよ。あはは、どうも。坊や、寄ってかない？サービスしておくわよ。じゃあ、コーヒーをいただけますか？コーヒーまあいいわ。飲んでいきなさいよ。スネークについて調べてる？坊や何なの？へ自警団をやってまして。え、それは若いのに大したものね。スネークねえ、私じゃないけど事件があった夜にこの辺で悲鳴を聞いた子がいてね。その時犯人をちらっと見たって言うんだよ。本当ですか？マントを羽織っていて顔は見てないみたいだけど、何か担当みたいなものを持っていたってね。そうですか。ところで坊やのスネークは元気かしら？俺のスネーク？何も分かってないのね。かわいい。さあ行きなさい。こんなところはあまりうろうろしちゃダメよ。悪い蛇に食べられるわ。はい。今まで6度事件は起こり、1回ごとの被害者は1人。犯行は月のよく見える夜に行われている。ただの猟奇事件にしては不思議な法則性、意図が感じられるな。そういえば今夜は月がよく見えそうですね。ねえ、犯人が女性を狙っているとなると、私たちがふらふら夜道を無防備に歩いていたら狙われたりしない？まさかルーさん。そのまさかよ。一人で出歩くのが怖いんですか？でしたら私が一緒に。違うわよ、怖がってるんじゃないわよ。あれ、そうなんですか。じゃあ一体。おとり捜査をするわ。だいぶ危険に思えるが。だからこそよ、私たちは自警団よ。そうでしょシェリー？もちろんです。街の人を恐怖に陥れる猟奇犯捕まえてみせます。とはいえ敵の正体もわからないのに単独でというのは危険ではないか？まあそうね。じゃあ2人1組になるとか？俺が一緒だと犯人が寄ってこないかもしれないぞ。確かに今までの被害者は全て女性だけというのが気になる。じゃあ俺が女装するという手もあるが。なくはないな。試しにやってみる？道具ならここにありますよ。うん。これはどれだけ塗りたくってるのよ。私の国の姫がそういう化粧をするな。笑ったな。だってトアさん真っ白。頑張ったのに。お兄さんお兄さん、寄ってかない？俺ですか？そうそう。いえ、いいです。そういうのは。か
わいい。そういうのって何だと思ったの？ええはあ、びっくりした。大丈夫ですか？って。誰だ？待て！やめろ！これはお前がスネークか？待て！誰かそいつを！なんだ？動くな、警察だ！お前は何をしている？いや、犯人らしき男が女性を襲っていたのを見つけて、それで追ってきて。グレンさん、あっちで女性が。何？犯人らしき男が立ち去ったので追ってきたのですが。こっちに走ってきたのはこの小僧だけだ。やっぱりね。君は喫茶店でなんでこんなところに？僕の名前はカミュ・ホームズ。私立探偵をしている。ホームズ？じゃあ君が例の名探偵の。なるほどね。やっぱりそういうことだったんだね。何がそういうことなんだ？永井とは君がスネークだ。え？勘違い。犯人はそっちに逃げたよ。赤を言うな。俺たちはこっちから走ってきたが、お前以外に誰も見ていない。この細い道に隠れるような場所もない。逃げたなら俺たちと鉢合わせになっているはずだ。そんな。周囲は完全に我々警察が固めている。つまり犯人は現場から逃げられはし、そしているのはお前だけだ。彼の服の中を調べて。失礼しますね。いや、違うんですよ。何かありますね。これは血のついたナイフ。違う、絶対使ってない。指紋を取ったらわかるはずだ。指紋を取るってなんだい？確保しろ。待ってくれー！ギルドで確認してまいりました。トワ様は警察に連行され、今は取り調べを受けているようです。そんな、大丈夫でしょうか？無実なのだから、そのうち返してもらえるのではないか？甘い。警察なんて無理やりにでも証拠をでっち上げるぐらいするわよ。てかそもそも本当にあいつじゃないの？それなら話がすっきりするわ。ルーさん、トワさんはそんなことしませんよ。どうかしら。実際別の世界から来たとかなんとかいう話も嘘なのかもしれないわよ。また心にもないことを。何よ。そうか。今のが気持ちと裏腹にツンと済ましてしまう。違うわよ。そういうのじゃないわよ。私はただ、まあ
あいつがやっているかどうかは置いておいて、そもそも出来すぎなのよね。私たちが独自に捜査を始める。そして目の前で事件が起こり、トアのポケットには身に覚えのない探検、全部仕組まれたように都合よく起こっているわ。はめられたと。はめられた？はめられたって誰にですか？あのホームズって子よ。でもどうして？手っ取り早く事件を解決するためにあのお人よしを利用したとかじゃないの？罪のない子羊を捧げてお手柄一丁上がり、名探偵のからくり見たりってところね。そうでしょうか。そんな風には見えませんでしたが。ったく、ここにもお人よしが。誰？私が見てこよう。誰もいないようだ。扉に何かカードが。カード？何かメッセージが書かれているようだ。彼を助けたければ、今夜、牢獄の西裏手門へ。何よこれ。気に入らないわ。誰か知らないけど、おちょくられてる気分だわ。決めました。私は助けに行きます。こんなあからさまに怪しい誘いに乗るの？はい。助けるって言っても面会に行くのとはわけが違うんだから。どうやってうまくトアに会えたからってそこから脱出できるとは思えないわ。それは行ってから考えます。まあ私もあいつには借りがあるしね。あんたは？無論一緒に行こう。私はここの触覚として主のシェリー殿に仕える身。それにトワには恩がある。ここは。今日からお前の寝床になる。俺、帰れないんですか？当たり前だ。お前がやったことを考えろ。だから俺は何も。牢屋。なんでこんなことに。あらあら。かわいい小鹿ちゃんの入場ね。どんな悪さをしたのかしら？お仕置きしなくっちゃ。お尻はちゃんと洗ってきたかしら？これは。よう、えらいところに来ちまったな。ここは変態どもばかりだからな。大丈夫、俺が守ってやるぜ。ありがとうございます。その代わり、俺の愛人になれよ。やだー！可愛がってやるぜ。出してくれー！おい、やめろ！ガンツ様が待っている。来い。ガンツ？牢獄を仕切っている囚人のボスだ。ボス？荒くれ者が先走ったみたいで悪かったな。安心しろ。好き勝手にはさせねえ。どうも。お前は大事な商品だからな。商品？野郎ども！俺から競りを始める。このピチピチの新入りを手に入れたいやつは売って参加しやがれ。出社払いも OK だからな。風変わりな男の子じゃねえか。なかなかいじめがいがありそうだぜ。ふざけるな、こら！こっちだって
わけのわからないうちに牢屋にまで放り込まれてフラストレーション溜まってるんだよ。いつまでもおとなしく流されるままだと思うなよ。ああ、やるならやろうぜ。死ぬまでやろうぜ。怖えこいつただものじゃねえ。さっきから聞いていれば、なんだお前らは。人を愛人とか商品とかそんなんだからこんなところに入れられているんだ。それはお前もだ。俺はいろいろあって。俺たちもいろいろあったんだよ。とにかく俺はあんたらごときにどうこうされるつもりはない。ごとか威勢のいい坊やだ。ますます気に入ったぜ。一丁前に構えを取ってるぜ。僕ちゃんは格闘技を習ったことがありばちか。やめろ。まだお前は商品の管理は俺がする。ガンツ様が直々に仕置きするらしいぜ。終わったな、あの小僧。せいぜい抵抗して俺を楽しませてみろ。バカな。ガッツ様がやられた。あんたすげえ。俺に勝ったやつは初めてだ。なるほど、冤罪でね。そりゃあ災難でしたね。それを言うなら俺も冤罪だぜ。そうだったのか。雇い主がムカつくからちょっと小づいたら警察に突き出しやがった。それは冤罪じゃねえだろ。おい、そこのはい。通り魔が捕まったとか。ええ、まだ容疑の段階ですが。どこに収監されている？すいませんが、あなたはその紋章は騎士団の。失礼しました。そこに永井永遠が収監されているのか。そうか、奴があそこにいるのか。尋問の末に囚人が不幸な最後を迎えるというのはよくあることだな。広瀬、元気かな。よし。ん？これは。赤い蛇の呪魂？彼？牢獄の一番奥の特別室。特別室？あの奥のおっさんじゃないですか？おっさん？ああ。なんでも、看守に口を聞いてるらしくて、特別室で
のんきに暮らしてるやつです。あっちの奥にいたはずですよ。どうも。オスカーさん？おや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 、あなたはミスター・トーアじゃないですか。なんでこんなところに？何でも何もあなた方のおかげでしょ。ああ、そうでした。あはは。その後どうですか？どうですかってあなた、まったく変な男の子ですね。なかなか快適に過ごさせていただいてますよ。本当ですか？ああいう快楽も存在したのですね。ここに来て初めて知りました。詳しく突っ込むのはやめておきます。詳しく突っ込むとは何？どこに突っ込むと？変なスイッチ入った。なあ、ギブミー、なあ、ギブミ壊れてる。ー。それであなたは何をしでかしてこんなところに？何もしてませんよ。なのに放り込まれました。おお。まあそのうち出してもらえると思います。あなたの故郷の警察がどうだったかは知りませんが、あまり警察を、この国を信用しない方がいい。そうかもしれませんね。そうだ、オスカーさんに聞きたいことがあって。私に？赤い蛇の呪魂について知っていますか？赤い蛇の呪魂ですと。ミスター・トは異世界から来た少年。あなた、一体何をしてるんですか？いや、俺にも何が何だか。まあ、お話ししてもいいですが。少々、私を気持ちよくしていただきましょうか。え？こんなところに入れられて、私の体がうずいているのですよ。沈めていただきましょうか。ああ、そこです。ああ、もっと強く。あなた、若いのになかなかテクニシャンですね。よくおじさんの肩叩きをしていましたから。感心ですな。それでさっきの話ですが、赤い蛇の呪魂についてでしたね。あなたはソウルドラゴンはご存知ですか？いえ。いや、どこかで聞いたような気はします。そうだ、シェリーが話してました。シェリーのお父さんが倒したっていう。我が国と長く戦争をしていたジールが擁する伝説のドラゴンですよ。ジールってのはルーの国。かつて暗黒竜を撃った2人の英雄がいました。影の英雄リディア、光の英雄アルディリア。その一人、リディアがまとっていた鎧がソウルドラゴンです。そしてリディア、ジールの国の建国者であり神のような存在ですな。ソウルドラゴンっていうのはクラリアスのことなんですね。そうです。ドラゴンといっても生き物ではありません。鎧のことです。高名な鎧はドラゴンクラスと言われ、ドラゴンの称号が与えられます。ソウルドラゴンもその一つですね。
かつてリディアはアルディリアと世界の覇権をかけて戦い敗れ去りました。けれどリディアは15年前に復活して我が国に攻め込みました。彼女は秘術によって肉体を失った後も存在し続けています。一方、かつて彼女を退けたもう一人の英雄アルディリアはもういません。ソウルドラゴンの力に我々は苦しめられたのです。そのソウルドラゴンが使っていた秘術こそソウルイート、魂を食らう邪法です。魂を食らう？ええ、その邪法を受けた者は体に赤い蛇がのたくったような呪魂が浮かぶのですよ。そして魂を抜かれてソウルドラゴンの糧とされてしまいます。オスカーさんはそれを見たことがあるんですか？ありますとも。そもそも私はあの戦争でソウルドラゴンと対峙しています。まあ、私自身が受けたことはありませんが。そうなんですか？すごいですね。どうやって逃げたんですか？逃げてません。戦ったのですよ。私はかつてのアイズドラゴンですよ。あいつ？俺の世界でそういう恋愛漫画がありまして。知りません。騎士団の一員としてソウルドラゴンを倒した英雄なのですよ。あれ？倒したのってシェリーのお父さんじゃ。確かにとどめを刺したのはあの忌々しいウェインラインスタッドでしたね。けれど本当の英雄は別にいます。もしかしてオスカーさんが？違いますよ。ファリス・レインフォルス。ファリス？本当なら戦争の後王になるべき方でした。その人はソウルドラゴンとの激闘の末死にました。さて話はここまでです。あなたはそんなものを調べてどうするつもりですか？いや、俺も知らないんですが、調べろって。誰が？わからないです。やれやれ、ミスター・トーア、大丈夫ですか？その戦争で敗れたソウルドラゴンはどうなったんでしょう？今度こそ復活しないように完全に殲滅されましたよ。いいや、されたはずです。はず？快楽と力というのは似通ったところがあります。一度覚えればなかなか捨て去ることはできませんよ。それはどういう意味なんですか？特別授業はここまでです。自分の牢屋に帰ってねんねしなさい。異邦人とは。なんだ？鍵？ごくり。行くしかないか。あんたは。見つけたぞ。なんていうか、あの時はすいませんでした。それじゃあ、俺急いでますので。通すわけがないだろ。
俺は無実なんだ。通り魔なんてしていない。そうか。だがそんなことは私にはどうでもいい。え？あの日からあの恥辱を消し去るにはどうしたらいいか考えていた。永井とはお前という人間がいなくなればいいのだ。避けた。お前一体何者だ。ただの学生です。嘘をつけ。その怪しげな技でまた私を恥ずかしめるつもりか。怪しげな技じゃない。合気道だよ。合気？何のことか知らないが、私はお前のような意味のわからん奴に負けるわけにはいかない。うわっ、あっぶな。また怪しげな技をかけるつもりだな。させるな。暴れないでください。離せ。うん。いや、こっちです。こっちから父さんの声がしましたよ。あんた何をしてるの？こんなところで大胆な。意外とやるな、とは。父さん。何をする貴様。いや、今のは事故で。なんだか頭がぼーっとする。お前今おかしな術を私にかけたな。かけないよ。魔術師め、やはりここでお前は殺しておく。サモンウィングドラゴン。ウィングドラゴン？ドラゴンクラスのクラリアス？しかもウィングドラゴンって清流騎士団。あいつ騎士団の一員だったの？清流騎士団？それは。今は説明している暇はないわ。でもあの人が騎士団の一員だとしたら勝ち目は。とはいえ向こうはやる気十分という感じだな。やるしかないようだ。バロン。それは隠密行動用のコードネームだ。メイドの土産に教えてやろう。私はクリス、清流騎士団所属、ウィングドラゴンを引き継ぐクリス・レイ。頼もしいな。これは良いものだ。負けるわけにはいかないな。当然私よね。あれは闘技大会の時とは違う鎧。つまり闘技大会では本気ではなかったということ？凄まじい力だ。気をつけろ。さて、あまりこんなところで時間を使いたくない。さっさと終わらせようか。うわ飛べ。
程度。負けだ。飛べ。はっ飛べ。はっ飛べ。飛べ。今のが敵だ。はっ飛べ。程度。飛べ。程度。こなす。飛べ。はっ飛べ。見えた。やったー、強くなりました。何ですかこれ。これでまた英雄に一歩近づいたわね。やったわ。鍛錬の成果が出たな。これは良いものだ。なんだ、さっきから力が入らない。頭がふらつく。さっきのお前の怪しげな術のせいだ。怪しげな術？あるいは口移しで、私に何か妙な薬でも持ったか。口移し？なんでもない。この場は引こう。しかし、覚えてろ。絶対に殺してやる。長井とは！行きましょと。なんだか自信出てきた。やったぞ。当然私よね。よろしくお願いします。準備万端ですね。
当然私よね。承知した。とどめよ。これはどうだ。早く触りなさいよ。切る。遅い。炎よ風よ。これは聞いただろ。ごめん。そこか。そこか。参った叩き攻めてとどめよ。叩き前を攻めて前をとどめよ。出た。そこか。これは聞いただろ。遅い。遅い。これは聞いただろ。切る。どこを見ている。はっ。そこ切る。そこだ。これは聞いただろ。よし、成長を感じる。やったぞ。やった強くなりました。鍛錬の成果が出たな。当然私よね。よろしくお願いします。なんで脱獄の片棒を担いでるのかしら。これじゃ立派な共犯よ。いや、俺は犯人じゃないからな。今は早くここから脱出しましょう。幸い無人型のレストレードだけなら私たちのことはバレないだろう。ドアは言い逃れできないけどね。とにかく逃げてから考えるよ。やりました。参った叩きジャガリン潰すとどめよ。いけます。あ叩き
これでまた英雄に一歩近づいたわね。見張りとか立っていないんだな。レストレードにお任せってところね。まあただの脱獄犯なら本来レストレードを倒して逃げることなんてできないしね。とはいえ長時間戦っていれば誰かが駆けつけるだろう。急ごう。そうですね。もうすぐ私たちが侵入した出口のはずです。そういえばシェリーたちはどうやって？屋敷にメッセージカードが届けられたんです。その指示通りに来たんですよ。カード？待って、誰かが立っている。ここは通さないよ。カミュスさん？あんたなんでこんなところに貼ってたの？まさか脱走することまで推理してたと？そんなところだね。待ってくれ。あれは俺じゃないんだ。犯人は皆そう言うね。ちょっと名探偵か何か知らないけどちょっと乱暴なんじゃない？ろくな証拠もなくこんなところに放り込むなんて。いささか乱暴な手でも僕はいとわないよ。解決が遅れれば遅れるほど犠牲者が増えていく。僕は僕の直感を信じていかに素早く事件を解決するかを信条にしている。これが僕のやり方だ。当然私よね。承知した。待ってくれ。俺は犯人じゃない。あなたは名探偵なのに。だったらトワが犯人じゃないとわかるはずだのに。それはどうかな。こうやって逃げ出すのが何より犯人の証拠だと思うけど。もう話にならないわ。こいつ倒して逃げるしかない。ルードまったく。とはいえここは悠長に話し合ってる場合じゃないようだな。少疲れた。あれやられた分こいつじゃん。これはどうだ。遅い。気が回ったね。おい。気を失ったようですね。どうしよう。首を取るか？首？ダメですよ。そうか。敵の手球を取ればラインスタッド家の誉れになると思ったのだが。なりませんよ。ならどうしたものか。どうするって、置いていくしかないんじゃないの？私は連れて行ってもいいと思うが。マジで？この者が目が覚めたら私たちのことを報告されるだけだろう。それともここで息の根を止めておくか？口封じに。だからダメですよ、そんな。わかってる。では連れて行くしかないだろう。目が覚めたらゆっくり話を聞いてもらう必要はあるかもしれないな。いや、あるいはもしもの時人質として警察との交渉として使えるかもしれない。すごいこと考えるわね。
あんた、戦国の世を生き抜くには、色々とあったのだ。やれやれ、脱獄の手伝いをするなんて。これで私たちも犯罪者といったところか。幸い、誰にも見られなかったみたいですし、大丈夫ですよ。誰にもというか、約一人を除いてはね。クリスとか言ったか。何やら、個人的にトワを目の敵にしているようだったな。まあ、あんなことをされたらしょうがないが。事故ですから。あの人が私たちのことを黙っているよ。祈ることね。彼女から伝わっているなら、すでにこの屋敷は取り囲まれてる頃だろうな。ね。あの子はまだ眠ってるの？大丈夫でしょうか。問題ない。じきに目を覚ますだろう。うなされてるようですね。びっしょりと汗をかいています。風邪にでもかかって恨まれるのも面白くないわね。あんたが着替えさせてあげといて。俺が？私たちが男の子を着替えさせるのってちょっとあれじゃない？私は構わないぞ。親戚の集まりの際、子供たちの着替えをよく手伝っていた。いや、いいよ。じゃあ俺がしておくな。え？うわあれ、これは。僕、襲われてる？なお前、女だったのか？それが何か問題が？でも、僕とか言ってたから。女の子が僕と言ったらいけないなんて法律はない。ここは、そうか、屋敷。さしずめ、僕は囚われの身か？なあ、聞いてほしいんだ。俺は違う。犯人じゃない。それは知っている。とは、何かあったのか？声が聞こえてきたが。入りますよ。え？失礼する。あれ？どういうこと？どういうことも何も。見ての通り。見ての通りって。お互い困った状況ということさ。さて、話し合おうか。やっと一息ついた。目が覚めたら襲われていたから、びっくりしたよ。だから違うって。カミュさん、聞いてほしいんです。トワさんは。言わなくてもわかってる。少しエッチなところはあって、魔が差すことはありますが、力ずくでどうこうするような人ではないんです。何の話？そんなこと言ってないよ。違うんですか？
事件のことを弁解しようとしたんじゃないの？それもあります。とわさんは。知ってるよ。君は犯人じゃない。は？どうや。そんなことは火を見るよりも明らかだ。ではどうして？こうでもしなければ僕は敵の裏をかけないと思ってね。敵は敵でひどく警戒している。僕がおかしな動きをすればすぐに感づくだろう。だから君に働いてほしかった。なんだそれは。案外居心地良かったぜ。とわさんすごいですね。屋根裏とか好きだし、ああいう地面と暗いところが好きなんじゃないの？そういうのじゃない。まあごめん。なんて薄い謝罪なんだ。なんだい、土下座でもしろというのかい？いや、いいけど。それで犯人はどなたなんですか？ハミュさんの口ぶりからすると目星はついているようですが。ついてるけど言わない。え？でも想像はつくわよね。最後の事件、逃げ道は完全に封鎖されていた。だけど煙のように犯人は消えてしまった。だから君が犯人だと断定されてしまったわけだけど、みんなもう一つの可能性を見逃している。いや、花から見ようとしてないのか。まさか。うん。犯人は警察内部にいる。そいつは現場から立ち去った後、何食わぬ顔で合流して君の前に現れたんだ。そいつは。それは今はまだ言えない。さて、君が脱走したとなれば警察は真っ先にここを疑うだろう。時間はないよ。早速彼を追い詰める。冤罪を晴らしたいなら君たちにも協力してもらおう。晴らしたいも何もあんたが仕掛けたことでしょ。いけしゃーしゃーと。真実のためだよ。君たちも自警団を担う貴族なら王都を恐怖に陥れている犯人を捕まえたいと思うだろう。こいついい性格してるわ。あのメモもカミュだろ。赤い蛇について調べてもらえないかって。あれは何なんだ？うん。これまでに6人の被害者が通り魔に遭い切りつけられたと発表されている。ただ隠されていることがある。傷口が特殊なんだ。まるで赤い蛇が這っているような、そんな傷口なのさ。赤い蛇が這っているような。あれは普通の探検でつくような傷じゃない。普通の傷じゃない？確かに俺も見た。あの晩襲われていた女性の腕には不思議な傷がついていた。赤い蛇が這っているような。赤い蛇。ただ傷つけられただけじゃなくて、何か特別な呪いをかけられていた。それが犯人の手がかりになると考えたんだ。オスカー・ブレイン。魔術のエキスパートである彼なら知っているだろうと踏んだんだ。僕が直接接触すれば警察内部の犯人に何かを気取られる。だから君にお願いしたんだ。それでオスカーからは何か話を聞けたのかな？ああ、俺には何のことかよくわからないけど。なんだって。もしそんなものが関係しているとしたら、これはただの通り魔事件では済まないぞ。いや、とにかく今は犯人は急いだ方がいいのかもしれない。
さっき言った通り、犯人の目星はついている。いつからついていたんだ？この前、君が捕まった時だよ。あの時、僕は罠を張ったんだ。犯人を見極めるための。犯人に目の前で犯罪を行わせる。それが、僕の目的だった。そんな都合のいいことどうやって？餌をまいたんだ。餌って、まさか。君のことだね。僕は、トワを疑っているふりをする。そして、君を犯人に仕立てるチャンスをお膳立てする。彼は天秤にかけただろう。警察を目の前にして、犯行を犯すリスクと、君という生贄に全てを押し付けることができるメリット。彼は僕の出現に焦っていた。おまけに彼には何か目的があって、先延ばしにはできない事情がある。必ず犯行に及ぶと踏んでいた。だから。何を？これを見てくれ。これは何か紙が貼り付けられている。それに建物の写真？なんだろう。文面からすると神殿に当てられたものみたいだが。ちょっとどうしたのよ？すまない。僕は手を引く。どういうことだよ。すまない。言ってしまいました。まったく勝手なやつだわ。察するに犯人に脅迫をされているようだな。脅迫？向こうも向こうでこちらの動きをある程度掴んでいるということだ。油断はできないな。でもこのままじゃトワさんの無実を証明できません。そうね、一生お尋ね者だわ。そのためにはあの子に何としても真犯人を挙げてもらう必要があるわけだけど、あの様子では難しそうですね。先に彼女について調べた方がいいかもしれない。そうね、何を脅迫されているのか分かったら手の打ちようがあるかも。そうですね。手分けをして調べてみましょう。俺も行くよ。あんたは脱獄犯なんだからうろうろしちゃダメでしょ。そうも言ってられない状況だしな。とにかくいつ警察がここに来てもおかしくありません。手分けして情報を集めましょう。それでね。あら、本当なの？いいですか？あら、何かしら。ナンパ？あんた何言ってるのよ。私をスカウトしに来たのよね。あら、知ってるわ。この子、ラインスタッド家に居候している子よ。あら、そうなの？なんでも遠い国からやってきたとかで。確かにへんてこな格好してるのね。ええ、そうですか？それで何かしら。ホームズって知ってますか？ホームズ？知ってるわよ。会ったことはないけど。私も知ってるわ。会ったことないけど。なんでもすっごい美男子の貴公子って言うわね。とんでもないお金持ちとか。会ったことないけどね。とんでもない美男子、お金持ち。そんなの調べてどうするの？それは。実はあなたなんじゃないの？ホームズって。実は
そうなんです。奥さんのへそくりの隠し場所は寝室の本の中です。本ですってなぜそれを。なんてこの子ったらあはは。何してんの？うわ、ルーいたんだ。あんためっちゃ馴染んでるじゃないの。いや、馴染んでるというか取り込まれたというか。おいお前。俺ですか？神ホームズについて知っているのか？さっきそこで聞いてただろ、ホームズについて。いや、俺も今調べてる最中というか。おい、知っていることがあったら俺に教えろ。奴はどこにいる？どんな奴だ？なんですか？どうしてそんなこと知りたいんですか？奴には以前うちのダチが世話になったことがあってな。奴の家族でもいい。たっぷり礼をしたくてな。知ってても教えないさ。ああ、なんだとこら。まあしょうがない。ダチが無実の罪を着せられそうになったのを助けられてな。本当に世話になったから何でもいいから礼をしたかったんだがな。ここは。どうかされましたか？え？すいません。ここは。ブルーの孤児院です。ブルーの孤児院？親を亡くし、行き場を失った子が暮らしています。そうなんですか。私、ここの院長をしております。テレサ・ブルーノです。俺は、永井とわと言います。何かこちらにご用でも？ちょっと調べ物を。はて、このようなところに何を？あなたは、カミュという女の子を知っていますか？カミュ？あなたは、あの子の知り合いなんですか？はい。ちょっとした。もしかして、カミュはここで？ええ、あの子はここで育ちました。入ってきたのは少し大きくなってからですが、5年ほどここで過ごしました。カミュはここには？いいえ、もう何年も顔を見せていません。ただ、いつももったいないくらい寄付を送ってくれています。どういう仕事をしているのかわかりませんが、その寄付でとにかく元気に働いているのだろうとは思っているのですが、お金はありがたいけど、今度あの子に会ったらたまには顔を見せてって伝えてくれますか？はい。そうだ、あなたにこれを。これは？あの子の父親のバッジです。一人前になったら取りに来ると言ったままうちに置いてあったんです。でもあの子はずっと現れないままで、あなたがあの子に会えるようでしたら渡してもらえますか？そんな、俺なんかに大事なものを。なんとなく、これは今あの子に必要なものだと感じるのです。そしてあなたは信用できる方です。ブルーノさん、わかりました。渡してみます。
こんなところで何をしているんだい？カミュ、なんで？別に。心配で様子を見に来たのか？何？ここは、カミュがお世話になった孤児院なんだろ？話を聞かせてほしい。写真に写っていたのは、君が世話になった孤児院だ。そうだね。少し調べればわかるよね。そこの女性が言っていたよ。君が多額の寄付を送ってくれるけど、顔を見せてはくれないと。なんでそんな話を君に？いや、流れで。どうして孤児院に顔を出さない？君には関係ないね。関係なくもないか。散々な目に遭わせてしまったわけだしね。僕が関わったら危険にさらすだけだ。危険？僕の父は優秀な刑事だったよ。でもね、それだけに犯罪者の恨みを買った。僕たち家族は命を狙われることになり、父自身も殉職したよ。僕は父を尊敬してる。僕は父の意志を継ぐと決めたんだ。その代わり、僕は何も持たないことに決めた。大切な何かを。だけど、あの家の人たちは唯一の大切な人たちなんだ。犯人はそれを人質にとっている。ねえ、僕はどうしたらいい？カミュ、これ渡されてきたんだ。カミュにって。なあ、犯人の目論見通り手を引くのか？俺たちが力になれないか？お前の大切な人たちを守る。君が？どこの誰か知らない君を信じろって？最近鎧に乗り始めて何が何だか分かってないような君を信じろって？そういうのかい？ああ、そうだ。不思議な人だよね。誰が？君以外に誰がいるの？僕だっていつも自分の思い通りになるわけじゃない。いや、大体目論見の半分ぐらいが成功したらいいかなって、そういうつもりで動いているんだ、最初から。それが君に関することはなんていうか、1から10まで僕の目論見通り牢屋に入ってオスカーに接触して脱獄して、もしかしてこちらの意図なんて全部見透かされてるのかなって思ったりしたけど、全然そんなことないし。君って底抜けのバカなの？それを言われると身も蓋もないというか。でもそういう君なら僕の目論見通りあの人たちを守ってくれるのかな？カミュ、僕は猛烈に怒っている。犯人の卑劣なやり方に君たちは強い。だからお願いする。僕の大事な人を守ってほしい。もちろん。じゃあ僕も君たちを信頼する。そして真犯人を捕まえる。それで、なんで僕が呼び出されたんでしょうか？カミュさんが話があるというので来てみたら、何やってるんですか？おわさん、ダメですよ、脱獄したら。いや、いろいろあって。困った人だな。あんたもなんか余裕あるわね。余裕なんかないですよ。
こういう顔をしているだけです。それで、神さん。どういうことでしょう。あなたの推理で、僕たちはトアさんを捕まえました。けれど今、あなたはトアさんと行動を共にしている。真犯人は別にいる。それを今日、みんなに伝えておこうと思う。トアさんじゃない？違う。まあ、そんな気はしていましたが、あなたにしては妙に乱暴な推理だと思っていました。それで、どなたなんですか？あなたの上司だよ。グレン・アルバート。え？グレンさんが？信じられないな。グレンさんに何の動機があってあんなことを。彼が犯人だという証拠を示してもらえますか？これから奴を罠にはめる。そこで証拠を示すよ。逃げられたら困るからね。警察が揃ったところで全ての真相を話す。それで僕が協力者として呼び出されたわけですか？本人に話したら何かをさせられるかもしれない。あなたがうまく彼と警察を動員してきてほしい。僕は一応顔が利くから、僕の頼みだと言えば大丈夫だとは思うけど。わかりました。調整しますよ。でも僕は信じていませんから。グレンさんが犯人なんて、それと約束してください、トアさん。あなたは脱獄犯なんですから。僕も本来なら見逃すわけにはいきません。今回うまく犯人が捕まらないときは、あなたはまた牢屋の中ですよ。わかった。任せよう、神。君が俺を信じると言うなら、俺も君を信じよう。そう。いいんじゃない？呼び出されてきてみたら、おい、どういうことだ？なんで小僧がここにいやがる？それにリロ、なんでお前まで一緒に？神さんの話を聞いてあげてください。もともと僕たちは神さんの証言で彼を逮捕しました。だけど神さんには本当は別の目論見があったようです。何？別の目論見って。ああ、おい小僧、なんだよさっきから俺を睨みやがって。お前をぶち込んだのはそこの名探偵だからな。そもそも脱獄なんてしやがってお前。なんなんだこいつ、うなってきたぞ。それでなんだよ。あれを見て。何？あれはスネーク？なんでこんなところに。おい、逃がすな。大丈夫。向こうには事前に警察を配備している。よし、挟み撃ちだ。そいつを捕まえろ。いない。奴はどこに行った？こちらには来てませんよ。何？どこだ？どこに行った？ここだ。ヤクモさん？お前、そんなところに。僕がヤクモさんにお願いして協力してもらったんだ。あの夜起こったことを再現したのさ。そう。彼はマントを広げて壁に張り付いていただけだよ。そんなことで？この暗い路地で光も差していなければ漆黒の衣装をまとった犯人は見つからない。今さっき実際気づかなかった君たちがまさにその証人さ。そして犯人は警察が過ぎ去った後、
すぐにマスクや衣装を隠し、横を走り去った警察に背後から合流したのか。その通り。バカ、なぜわざわざ警察に紛れる必要がある。すぐバレるだろう。そもそもあの時警官以外の不審者はそこの小僧しかいなかったぞ。その上小僧は凶器を隠し持っていたんだ。おかしいじゃねえか。そうだね。って一体何が言いたいんだ。もう答えは出ているはずだよ。犯人はリロ・スレイヤー。そう。犯人は何食わぬ顔で警察に紛れられ、トアが凶器を持っていたように仕向けられた人物。あなただ。リロ・スレイヤー。はぁ。やれやれ。参ったな。とんだ疑いをかけられたものだ。ちょっと、衣装を拝見していいですか？カミュ殿？渡して。この衣装は、どちらで見つけたんですか？そこのゴミ箱に捨てられてるのを、あの夜にすぐに見つけたよ。あんなものを持って移動するのは危険だからね。手近なところに捨てるだろうとは思ってた。あるいは、回収に来るかと思って貼ってたけど。さすがに、そんなリスクは負わなかったみたいだね。なるほど。さて、神さん。いろいろ推理をしていただきましたが、例えば、この衣装を僕が羽織って、サイズが全然違う、なんてことになったら、どうでしょうね。あなたの推理は振り出しだ。よいしょっと。あれ？ぴったりだ。なんてね。リロ、お前。どうも、改めまして、スネークです。いやー、やられたよ、名探偵。なんていうか、人が悪いな。君が本気でトアさんを犯人と見ているとは思ってなかったよ。何かのブラフだなと警戒はしていたけど、まさか僕に狙いを定めていたとはさすがに想像しなかった。どこで怪しいと思ったんだい？どこで？別にどうということもない。君の行動、一挙手一投足、小さな違和感の積み重ね、そういうものは隠せない。少なくとも僕の目からは逃れられない。なるほど。すべてお見通しというわけか。だったらしょうがない。その剣はソウルイーターだね。なんで君が持っている？へえ、まさかそこまで調べがついているとはね。やれやれ。だから君には手を引いてもらおうと警告したのに、残念だな、名探偵。好奇心。いや、正義感は大事な人を殺すよ。君の父親がそうだっただろう。リロ、お前。凶悪犯罪組織を追い続け、結果、君の母もろとも殺された。君はその愚かな父親と同じ道を歩むんだ。君が世話になった孤児院の近くにプレタポルテを潜ませて、僕の命令で一気に襲撃する手はずさ。約束は守ろう。手を引かなければ奪うと言ったな。お前の大事なものを嘆くがいい。父親と同じ末路を歩む自分の愚かさを正義のためと言いながら、お前もお前の父親も何も守れないのさ。そんなことは断じてない。なんだ一体。正義をなすことはきっと大切な人を守ることにつながってるんだ。そ
の二つは別々じゃない。カミュ、君のお父さんだってきっとそうだった。君は。その通りです。カミュさんは愚かなんかじゃない。お前は。孤児院を取り囲んでいたプレタポルテは殲滅しました。何？あれっぽっちじゃ準備運動にもならなかったし、そもそも私たちが張ってる必要もなかったかもね。え？あそこの孤児院の院長さん、元は騎士団に所属していたらしいです。今でも爵位を持っていて、しっかりと自警団にも所属されています。それは見事な戦いっぷりでした。このご時世、自分と子供の身ぐらい守れないと孤児院なんてやってられないわ。あはははだそうです。やれやれ、カミュ、君が他人を信じるとはな、ちょっと想定外かな。そうだね。僕にとっても想定外だよ。リロ、なんでこんなことをした？なんでこんなことを？小説の中ならペラペラと僕が語り出すシーンですかね。ですが残念ながらお前らと世間話をするつもりなんてさらさらないんだよ、こっちは。ゆっくり聞かせてもらうだけだ。逮捕してな。さてどうしたものかな。奴が来るまでには少々時間がかかりそうだな。しょうがない。やつ？卵よ、我に力を与えよ。あれはまがまがしい魔力を放っている。気をつけろ。ドラゴン！まさかリロはドラゴンとの契約などしていないはずだぞ。あの卵、契約していないのに彼に力を与えようとしています。あれは一体。人を信頼できるのもいいかもしれないね。なるほどね。理解した。負けるわけにはいかないな。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだけど。リロさん、あなたはどうしてこんなことを。さて、君たちとおしゃべりする理由を聞きたいことがあるんだ。僕を倒して自力で聞き出してみるといい。できるならね。あいつのあの鎧、気になるわ。あれはクラリアスではない。だが見たこともないタイプのプレタポルテだ。まがまがしい魔力を感じる。強いぞ。負けだ。飛べ。渾身の一撃だ。飛べ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 。止めてみろよ。渾身の一撃だ。切るんだか。負けだ。いつでも呼んでくれ。
こが急所だね。僕の探求心はまだこんなもんじゃないよ。なるほどね。理解した。なるほどね。理解した。なるほどね。理解した。この鎧をどこで手に入れた？他にも同じものがあるのか？いずれにしても、もう遅い。すでに僕の仕事は終えている。時間は稼いだよ。あとは、任せた。卵が。あなたは、あの卵は。その後、どうですか？ごたごたの極みだ。真犯人がよりにもよって内部にいたんだからな。彼は何をしようとしていたんでしょう。さあな。目を覚まさない限り知りようがない。神はどうしていますか？わからん。こっちにも顔を出していない。そうですか。奴の父親は、俺の同僚だったんだ。俺の先輩だった人だ。優秀な刑事だったよ。誰もが尻込みするようなヤバい案件も恐れずに立ち向かう人だった。けどそれでも家族に危険が及ぶことは心配していたよ。だから警察もあの人の家族には手厚い護衛をつけていたんだぜ。だけどな、その中に組織から買収された裏切り者がいたんだ。奥さんともどもあの人は殺されて、なんとか生き残った神は孤児院で暮らすことになった。そういった経緯を神は全部知っているんだろう。両親が仲間に売られて殺されたってな。だから誰も信じずに自分の才覚だけで生きてやるって肩肘あってよ。見ていて少々痛々しかった。それがお前たちを信じたわけだ。少しほっとしたよ、俺は。警察があいつを厚遇するのはそういう負い目もあるんだよ。もちろん奴自身の才覚も大したものだが。おいこら、何いい話でまとめようとしてるのよ。あんたんとこから犯罪者を出してこいつは投獄されて低層を奪われたのよ。ところで低層ってなんだっけ？わからないなら言うなよ。低層を奪われたのか？なんだと？それは。いや、奪われてないですよ。奪われそうになっただけで。そうか。いや、なんていうか、面目ない。リロさんには共犯がいます。
あの黒い鎧か。たく、次から次へとおかしな奴らが現れやがって。リロは謎の卵を黒い騎士に託していたな。一体何が目的なのか。知らんが、ろくなことじゃないのは確かだろうな。そもそもリロはどうやってプレタポルテなんて調達したのかしら。私たちが孤児院で見た鎧はグラムがテロを起こした時に戦った連中に似てたわ。グラムとリロが繋がっていたと。頭が痛くなってくるぜ。これはあの卵はもしかして。シェリー、どうした？いえ、何でもありません。で、あの子はどうなったのかしら。小さな名探偵は。やあ、カミュ。何をしてるんだ？暇してるんだよ。事件はないのか？事件は起こっているさ。でも、依頼がね。警察の皆さんとは、最近疎遠になっていてね。疎遠？内部犯を暴いたからか？ま、それもあるけど、そのために、彼らのことも、随分と引っかき回したからね。敵を騙すにはまず味方からってやつか。味方じゃないさ。僕にとっては、僕以外すべて、疑うべき相手さ。そんな。白状と思うかい？でも、誰かが、そうあらなければならない。一切の市場を捨てて、公平にすべてを疑う。それこそが探偵だ。それは。否定はさせない。僕は、僕のやり方に信念を持っている。けど、そのために利用された人たちが、僕を恨むことを、否定はできない。なんだか、辛いな。慣れたよ。いつもそうだし。君だってそうだろ？え？僕のことを恨んでるんじゃないか？無実の罪で投獄されたんだ。僕の指示によって。ああ。やられたなとは思うけど、不思議と怒りはないな。なんで？バカなの？おいおい。なんていうかな。それで真実が暴かれるなら、少しぐらい利用されるのも悪くはないかなって。それは、きっと俺にも、誰にもできないことだから。そのために利用されるのなら、まあ、それもありかって。だから、そんなに腹は立たない。君、ちょっと危険なお人よしだね。危険？いや、なんでもない。どうするんだ？しばらくのんびりするさ。いいことではないけど、今の世の中、僕の力はいくらでも必要とされる。また依頼も入るようになるだろう。そっか。怒ってないとは言ったが、あれは嘘だ。お、なんだいいきなり。謝ればいいのか？そうじゃなくて、なんていうか、謝るんじゃなくて。君、何かいやらしいことを。僕は確かに女だけど。違う。一つ依頼を聞いてくれないか？依頼？俺が元の世界に戻る方法を探してほしい。ああ、そういう事情があったんだよね。その調査を、僕に。ああ。それに、シェリーのお父さん。王様暗殺の罪を着せられて、失踪してるんだ。その真相を明かすのも、手伝ってほしい。依頼、2つになってるよ。あはは、ほんとだ。僕は高いよ。いくらだろう？
え？今回のことで身に染みたけど、僕一人ではなかなか手に余ることも多いみたいだ。そろそろ助手が欲しいと思っていたところだ。つまり君が僕の助手を務めるというなら、それでペイしてもいい。なるほど。どうかな。もちろん。やらせてもらうよ、助手。なんか軽いな。本当に大丈夫？危険な目に遭うかもしれないよ。もう合ってるさ。でも大丈夫。そう。じゃあ、よろしく。